第11章、科学が霊性を発見するとき。空色をした大きな湖に近づいた。水面をヨットやモートボートが走り、岸辺では人々が水浴びを楽しんでいた。なんだかこの水晶のように透明な湖の中に潜ってみたくなった。そうするわけにはいかないんだよ。トアミが僕の気持ちをキャッチしていった。僕の持っている細菌のため？その通りだよ。乗船場があって、そこにいろいろなものが置いてあった。豪華なヨット、小さなオールのついたボート、いろいろな大きさの美しい透明な球体、水上用自転車や潜水用具など好きなものは誰でも自由に使うことができるという。じゃあ、どれでも好きなものを選んでいいんだ。そうだよ。じゃあ大抵みんな豪華なヨットを選ぶんじゃないの？そんなことないよ。ボートを漕ぐのが好きな人もいるし、小舟に乗って遊んだり、水と戯れたり体操したりする人も多い。どうしてここにはこんなにたくさんの娯楽施設があるの？今日は日曜日なの？ここはね、毎日日曜日だよ。トアミは笑って言った。潜水用具をつけて潜水している人もいた。みんな水の中で一体何をしているの？いろいろだよ。水中を散歩したり遊んだり、楽しんだり、中に入ってみたいかい？でも円盤から出るわけにはいかないって言ったじゃない？アミは微笑みながら円盤を湖の方向に進め、そのまま潜水した。水の中の世界は目が覚めるように美しかった。たくさんの人たちやいろいろな乗り物が行き来していた。水中メガネをし、小さな酸素ボンベをつけて近くを泳いでいた子供が僕たちを見て近づいてきた。窓ガラスに鼻を押し付けて僕たちに向かってあっかべーをしている。アミはそれを見て無邪気に笑った。もし僕が地球の海で UFO を見たとしたら絶対こんな風には振る舞えなかっただろう。湖の底にいろいろな色の光を放つ巨大で透明なドームが目に入ってきた。内部にはレストランのようなものが見え、テーブルやオーケストラや踊り場が見えた。人々は陽気なリズムに合わせて楽しそうに踊っていた。テーブルに座っている人たちは山盛りのアイスクリームや細長いコップに入った飲み物を飲みながら踊りに合わせて手拍子を取ったりしていた。アミ、ここも本当に無料なの？もちろんみんなタダだよ。でもそんなに生活が快適なら、どうしてみんな働いたりなんかしないで、もっと楽しむことだけしないの？実際ここはほんの少ししか仕事がない。重労働は皆機械やロボットがやってしまうし。ここは天国へ行くよりもいいや。僕たちは天国にいるんだよ、ペドリート。そうじゃない？僕はだんだんこのような世界に生きるということがどんなに素晴らしいかということをはっきりと理解していった。君たち地球人はどうしてもオフィルのような生活を手に入れなければならないね。トアミが言った。全くその通りだと思った。湖の底では見たことのない奇妙な魚や水草が目に入ってきた。円盤はその中をゆっくりと進んでいった。いくつかのピラミッドが水草や色鮮やかなサンゴの間を透かして向こうに見えた。サメはいないの？ここには他の生き物を害するような危険な動物は一切いないんだよ。猛獣とかサメ、毒蛇といった愛から遠くかけ離れた動物はそれらにふさわしいところにいる。魚は何を食べているの？地球の馬や牛と同じように草を食べている。進歩した世界ではどんな動物だって生きるために他の動物を殺して食べたりなんかしないんだ。それじゃあアミ、君も肉を食べないんだね。君は一体どう思っていたんだ？僕は何にも攻撃するようなつもりで言ったんじゃなかった。アミはすぐ笑って、肉なんか食べないよ。考えただけで吐き気がする。罪のない可愛い鶏や豚や牛を殺して食べるなんて
なんで残酷なんだろう。確かにそう言われると、僕も何かとても残酷な気がしてきた。そして、その時から僕も肉を食べないと心に決めた。ところで食べ物だけどね、アミ。僕は空腹を感じていった。お腹空いてる？ペコペコだ。何かないの？宇宙食とか？あるよ。後ろの方を探してごらん。と言って操縦席の後ろの戸棚を指さした。上の方に開くと持ち上げた。変な記号の書いてある木のような物質でできた容器のたくさん詰まった小さな食料棚が現れた。一番幅の広いのを取って。どうやって開けたらいいのかわからなかった。密封されているようでもあった。アミは僕がまごついている様子を見て笑った。赤い点があるだろ。そこを押してごらん。言った通りにした。蓋がゆっくりと開いて、中から飴色をしたやや透明なくるみのような果物が現れた。これ何？とにかく一つ食べてごらん。指でつまんでみると、スポンジのように柔らかかった。舌の先でちょっと舐めてみた。甘い味がした。安心して食べなよ。毒なんか入ってないから。ハーミは僕の動作を一点も見落とさないように観察しながら言った。僕にも一つちょうだい。容器を彼の方に差し出した。アミは一つ取って口に入れ、うっとりと味わっていた。僕は少し噛んで注意深く味わってみた。くるみやハシバミの実のような味だ。素晴らしくデリケートな味で気に入った。二かじり目はとても美味しく感じた。これ、とっても美味しいね、アミ。3個か4個以上は食べちゃダメだよ。タンパク質がとても豊富だからね。でもこれ何なの？蜜のようなもんだよ。蜂蜜のようなね。と笑いながら答えた。とても美味しい。いくつかおばあちゃんにお土産に持って行ってもいい？もちろんだと思う。でも容器はここに置いていって。君のおばあちゃんにだけだ。それ以外の誰にも見せちゃダメだよ。みんな食べて一つも残しておいちゃダメだ。約束できる？わかった。約束するよ。美味しい。僕はこれよりももっと地球の果物の方が好きだね。何が？アンズとか西洋スモモとかいうやつ。アンズが好きなの？僕の星じゃとても貴重がられているんだよ。我々の土地でも栽培を始めたけど、まだまだ地球のものほど美味しくは作れないんだ。だからアンズ畑にはよく UFO が出現するんだよ。と言って赤ん坊のような無邪気な高笑いをした。じゃあ盗むわけ？と驚いて聞いた。盗む？盗むって何？とアミはとぼけて聞いた。人のものを取ることだよ。また所有の問題か。我々にはどうも我々の世界の悪い習慣を避けることができないようだね。でもたかがアンズを5個か6個取ることがね。と笑って言った。おかしかったけど何か同意できなかった。果物一つにしろ100万ドルにしろ盗むことには変わりないと思った。どうして地球では何か必要なものをタダで取るのがいけないんだい？とアミが僕に聞いた。何言ってんの？もし何ももらえないとしたら誰も苦労して働きはしないよ。じゃあ愛がないんだね。エゴイズムだよ。代償が何かもらえないなら何も与えないなんて。アミは何かを真剣になって言うときには思慮深い微笑みをたたいた独特の表情をする。僕がアンズ畑の持ち主だとしたらどうだろうと想像してみた。僕が苦労してせっかく作ったアンズを誰かがやってきて一銭も払わずに取り始める。やがて今度はならず者がトラックを乗りつけてアンズをみんな持って行ってしまう。僕は何とかやめさせようとするけど、アンズを山積みにしたトラックの男は少し遠のいてから僕をからかってこう言う。やいやい、お前さんには愛がないのかい、エゴイストめ。はははは。まったくなんという人間不信だ。アミは僕が頭の中に描いていたスクリーンの映画を見てため息をつきながら言った。
文明社会では誰も人を利用したりなんかしない。一体その男はトラックいっぱいに積んだあんずをどうしようって言うんだ。もちろん売るに決まってるじゃない。我々は誰も売ったり買ったりなんかしないよ。第一お金なんか存在していないんだからね。これには少し参った。文明世界にお金がないということをすっかり忘れていた。わかったよ、アミ。でもどうしてタダで働けるの？もしね、君に愛があるなら、人に奉仕できることで幸せに感じるし、同時に人から奉仕を受ける権利を持つんだ。例えば隣の家に行って必要なものを持って来られるんだ。もし必要なら牛乳屋からは牛乳を、パン屋からはパンをね。でもこんな風にみんなバラバラに無秩序にやるのではなく、組合が組織されていて、配給センターで運んで君が働く代わりに機械がやってくれるんだよ。じゃあ誰も何もする必要ないよ。いつもすることは何かあるよ。機械を点検したり、より使いやすいものに改良したり、我々を必要としている人々を助けたり、我々の世界や自分自身をより完璧な方向に近づけたり、もちろん自由な時間を楽しんだりね。でもいつも人を利用することばかりしか考えないで、それ以外何もしない人はいくらでもいるよ。トラックの男を思い出していった。君が言うようなならず者は進歩の段階が低いんだよ。400度以下でたくさんのエゴとほんの少しの愛しか持っていない。実際自分を抜け目なく賢いと思い込んでいる。けれどでも本当は大バカ者なんだよ。その程度のレベルじゃとても文明世界に入ることはできない。文明世界の人とは人に役立つことで幸せに感じられる人のことなんだ。ここではたくさんの人が楽しんでいるけど、大部分の人は別のところにあるピラミッドの中の研究所や大学で働いていたり、遅れている星に使命を果たすためにミッションとして出かけ、奉仕したりしてるんだ。人生とは幸せになることだし、それを十分に楽しむことだ。でも最大の幸せは人に奉仕することによって得られるんだよ。じゃあ今ここにいる人たち怠け者なの？アミの笑いからしてまたバカなことを質問してしまったことが分かった。そうじゃないよ。この世界は奉仕する機会がほんの少ししかないんだよ。一日何時間ぐらい働くの？仕事によるけど、快適な仕事なら一日中働くことができる。今の僕のようにね。でもそれは非常な特権なんだ。アミ、君働いているって、アミ、君は僕とこうやって散歩しているだけじゃないの？アミは僕の言っていることを聞いて笑っていった。僕は言ってみれば教師と菓子者のようなもんだよ。まあどっちでも同じようなもんだけどね。僕には同じようには思えなかった。その時、二人の若い男の人がピラミッドの窓を叩いて泥棒に入ろうとしているところが見えた。アミは僕の頭の中をキャッチして笑っていった。窓ガラスを掃除しているところだよ。何でも犯罪と結びつけちゃうんだね。ところでここの警察はどうなっているの？警察だって？何のための？警備したり悪人を取り締まったり。誰が悪人なの？ここには悪い人がいないの？誰も完璧な人はいないよ。でも700度以上は持ち合わせていて、前向きで的確な情報と適度な刺激と愛を伴った社会組織の中にいるので、みんな同胞に対して害を与えるということがない。悪人になる必要がないんだよ。だから警察もいらないんだ。信じられないな。信じられないって、でも別の世界では人々がお互いに殺し合っている。そっちの方がずっと信じられないことだよ。本当にその通りだ。今はっきり気がついたけど、いつか地球がオフィルのような平和な世界に到達することは不可能のような気がしてきたよ。僕たちは悪だ。愛があまりにも欠けている。僕自身だって何人か好きじゃないやつがいる。クラスの同級生の一人を思い出した。いつもバカ真面目なやつで、
みんなが楽しく遊んでいる時などに、やつの冷ややかな批判的な視点を見ただけでしらけてしまって、楽しさなんかどこかへ行ってしまう。それから別の同級生で、いつも自分を聖人と思い込んでるやつ。聖母が彼の前に現れて、天国に行けると言われたと言いふらしていて、僕たちのするいたずらや冗談やミサに行かないことをいつも非難ばかりしている。絶対に好きになれない、あんなやつら。僕だって僕の星の人や他の世界の人を必ずしも全て快く感じているわけではないよ。でも好感が持てないからといって彼らに何か危害を加えたりはしないよ。それ本当？君にも欠陥があるの？君は完璧かと思ったよ。少し興奮していった。アミ、僕だって奴らに何も危害を加えたりはしないよ。でもあんな奴らと一緒に生きるようなことだけは絶対強制しないでほしい。進歩した社会でもやはり性の合わない人というのはいる。でも拒絶もしない。使命を果たす仕事とか長期の共同生活の仕事の場合、相性の合った人を探す。いずれにせよ1500度くらいになれば全ての人を愛することができる。その方向に向かって進歩するように努力すべきだけどね。地球人にしろ我々にしろ現時点ではとてもそんなに高度なことは要求できない。じゃあ僕たち地球人は完璧になる必要はないの？これを聞いてアミは目から涙を流すほど笑った。完璧な地球人だって？でも完璧になるって一体どういうことなのか知ってるのペドリート？多分神様みたいになること？その通りだよ。誰がなれるっていうの？僕はとてもなれないね。僕もだ。それは極端論的な思考法だよ。いつも理想化せずにはいられない。つまり地球人の典型的な考え方というわけなんだよね。全く哀れみもなく人を殺したり、拷問にかけたり騙したり、物欲のみに生きたり。まだまだとても低い発展段階だよ。にもかかわらず平気で完璧さを求めるなんて、ただ武器を放棄しただけで十分なんだ。そしてみんな仲良く家族のように平和に暮らす。それで十分なんだよ。それを実現するのに何も人間に完璧さなんかを要求しなくったっていいんだ。ただ人を傷つけることをしなくなるだけで十分なんだよ。その方が完璧さを求めることなんかよりもずっと優しいことなんだ。指をパチンと鳴らしただけで世界がすぐにでも平和になれる。それはとても考えられないことであり不可能なことでありユートピアなんだ。でもなんと反対に地球人は完璧さはまるで可能のように思っている。そして現実には人類のために何もしようともせず、ただ他人や自分の些細な荒探しのみに専念しているんだ。まさにマタイによる福音書に出てくる武勇は越してもラクダは飲み込んでいるだ。重大なこととか最も肝心なことに全く重きを置かず、些細などうでもいいことを重大視する。もし誰かが神を求めて山に引きこもったとしたら、僕は宗教学校にいるのでいつもこういったテーマが話題になる。もし誰かが川で溺れていたとする。君はその川岸でただ神にお祈りをしているだけでその人に対して何もしないとする。それで神が君に対して満足すると思う？とアミが僕に質問した。よくわからない。でも僕のお祈りが神を喜ばせるんじゃない？ペドリート、宇宙の基本法は何だったっけ？愛だよ。じゃあ君の兄弟が溺れている間、ただ手をこまねいてお祈りをしているのと彼の命を救うのとどちらの行動により愛があると思う？よくわからないな。でも僕のお祈りでより神を愛していることになるとするなら、きっと神は別の例を出してみよう。君に2人の子供がいたとする。1人は川で溺れかかっている。別の子は君の肖像を拝むことに専念して自分の兄弟を助けようともしない。この行為が正しいと思う？
とんでもない。僕の子を助けてくれた方が何百倍もいいに決まってるよ。でも神は僕みたいな普通の人間とは違うんじゃないの？違う？でもどうして？虚栄心が強くて利害に聡く、いつも人々から崇拝されていることばかり望んで、自分の子供たちの運不運に全く無関心のような。完璧でない君でもそんな風にはしないだろう。ましてや完璧である神が君より劣るようなことをするだろうか。アミ、そんな風には一度も考えたことがなかったよ。神を溺れかかっている世界に対して全く役立たずの無関心で、ただただ妄想的な自己救済や個人の完璧さや進歩だけにのみ関心のある信心顔をした人よりも、信仰者でなくても兄弟に対していつも心を割いている人の方を好むんだよ。それには気がつかなかったよ、アミ。でもどうしてそんなに神について知ってるの？だって神は愛だからね。愛を感じ体験する人が神を感じ体験する人なんだよ。人を愛せる人がただ人の役に立つことを望むんだよ。アミ、君の宗教は？ないね。いや、あるといえばあるかな。よくわからないけど、宇宙の宗教、すべての進歩した宇宙の宗教とは、愛を持って生きることにある。だって愛は神だからね。それ以外全く信仰のシステムなどを持っていない。一つを除いてね。一つって何、ペドリート？愛が基本的な宇宙の法だってこと？ペドリート、宇宙の基本法は信仰じゃなくて法なんだよ。科学的にも精神的にも立証されていることなんだよ。我々にとって科学と精神性、霊性は同じことなんだ。やがて地球でも科学が愛を発見した時には同じようになるよ。僕はまた何か別の迷信とでも思ったの？アミが笑って聞いた。何かそんな、多分行為とかね。それとは全く違うね。ペドリート、じゃあこれからあるとても特殊な人たちを見に行こう。